イングです。本日も動画見ていただき、ありがとうございます。iPhone 13のね、13のデザインが出てきたということでですね、まあちょっとこれからどうなっていくのかなっていうのをね、解説したいかと思います。はい、ここ数週間でね、次の iPhone であるね、iPhone 13ですね、13の情報が多く出てきてますので、まあデザインとかね、まあ例えばカメラの性能とか、あとまあ中身の性能とか、ちょっとどうなっていくのかっていうのをね、今回は分かりやすくね、ちょっと解説していきたいと思います。で、こちらのチャンネルでは Apple 製品をはじめとするですね、リーク情報だったり賢い買い方ですね、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、まだチャンネル登録してない方はですね、ぜひ、チャンネル登録していただいて、最新情報をね、受け取っていただければと思います。で、またいつもご覧になっている方の 10% ほどしかね、まだまだ登録されてないので、いつも見てくれるけどまだ登録してないみたいな方、ぜひ登録していただくと嬉しいです。はい、あと一番右の通知ベルもオンにしていただくとですね、これ最新情報届きますので、こちらもまだ登録者のね、ようやく 9% か、もうそろそろ 10% いきそうなんですけども、なので、ぜひ通知ベルもオンにしてね、最新情報届きやすくなりますので、お願いいたします。あと Twitter もね、こちらも日々タイムリーに更新してますので、こちらのフォローね、お願いいたします。はい。YouTube、動画でね、言ってないこととかもどんどんツイートしたりしてますので、で、まずはね、1個目はですね、iPhone 13、進化としては、まず、ノッチの小型化ですね。はい。まあ、ノッチはこれ切り抜きっていう意味で、まあ、iPhone の一番上にこうあるんですけども、まあ、ここの一番上にあるね、この黒い部分ですね。これノッチって言うんですけども、結構ね、ゲームするときとかね、結構邪魔だなって思ったこと、ないですか？はい。僕結構ね、あるんですけども、まあ、どうしてね、これが、あるのかというと、まあ、要するに自分を映す、例えばこのインカメラ、だったりですね。まあ、基本的には、Face ID ですね。ほとんどはですね、Face ID の、まあ、カメラとかセンサーがね、ここにガーっていっぱい入ってるんですよね。まあ、赤外線のセンサーとか。まあ、そのためにこの黒い、ノッチがあるんですけども、まあ、ようやくこのノッチがね、小さくなるんじゃないかと、いうことですね。はい。ただ、ちょっと待て待てと。で、もしかしたら、こういったリーク情報とかね、まあ、好きな人とかであれば、こう、ノッチがね、こう、小さくなるって情報はもう、なんか毎年のように出てるじゃないかみたいな。聞いてるんだけども、本当かよみたいな。はい。まあ僕もね、もちろんこれはね、分かってます。けども、まあ iPhone XS 以降ですね、もう毎年のように、この iPhone ね、この上のノッチですね、小さくなるぞっていうふうにね、まあ言われ続けているということで、まあ今年もね、まあもしかして一緒かもしれないですけど、ただね、iPhone 13に関してはなんか実現性高いんじゃないかなと思ってます。まあ例えば1月にですね、Mac のお宝鑑定団さん、などがね、報じられたようにですね、まあディスプレイにある、レシーバーですね、こう横長の、マイクみたいな、部分があるんですけども、これちょっとちっちゃくてわかんないと思うんですけど、マイクみたいな、これレシーバーとか言ったりするんですけども、まあそれが結構ね、隅までギリギリの方に、一番上の方までね、これ移動してると。はい。まあつまりこれノッチがね、細くなってることを、意味してるっていうね、ことだったりですね、あと実はですね、これに関しては、まあ、去年のもう2020年、4月の時点で、まあ、すでにもう出ていた情報ではあるんですね、実際に。なんで、まあ、フロントカメラが、まあ、要するに小さくなって、つまり、まあ、ノッチの方も、小さくなって、まあ、ノッチも小さくなって、まあ、iPhone 登場するんではないかと、これ見られてたわけですね。まあ、ただ、まあ、どういった理由かはちょっとわかんないんですが、まあ、iPhone 12の方では実現はしなかったっていうことですね。ただまた、台湾のね、デジタイムズですね。こちらによりますと、まあ、ノッチサイズの結構縮小とか、報じられたりしてます。はい。まあ、台湾にはね、結構サプライヤーと呼ばれるですね、いわゆるアップル製品の、まあ、部品の工場とかカメラとかね、まあ、センサーとか、まあ、いろいろあるんで、結構情報がね、そこから出てきたりはするんですが、まあ、この、要するにノッチの部分に入っているカメラモジュールですね。まあ、さっき言ったように、これ Face ID 用にいろいろね、部品をこうまとめて入ってるんですけども、そういったものをですね、まあ、いろんな部品をこうまとめて統合ですね、することで、要するにライダースキャナーとかみたいにですね、小さくできるっていう風にね、報じられたりは、しておりますね。はい。あと、サムスンとかの、あと、まあ、リーク情報を出してきてくれるですね、アイスユニバースさんっていうね、ツイッターアカウント、まあ、ツイッターのリーカーの方もですね、やっぱノッチが、小さくなるんじゃないかっていう風な、ツイートされておりまして、まあ、この場合だとね、大きさが、小さくなるというよりかは、要するに縦の幅ですね。横幅は同じなんだけど、縦の幅をこうなくして、どんどんこう目立たなくするように、するっていう風な、まあ、画像付きのツイートが、されておりましたね。はい。あと、ま、最近のものだと、ドゥアン・ルイさんっていう方がですね、まあ、ウェイボーとかがね、中国版のツイッターとかから、結構いろんな情報を持って来てくれる、方なんですけども、まあ、iPhone もね、中国でいろいろ、中国で作られてますので、で、iPhone、まあ、13のこの、まあ、保護フィルムのサンプル画像みたいな、っていうものをね、共有しておりまして、おそらく iPhone、13、13 Pro Max と iPhone 13 mini ではないかと。
用のものの保護フィルムじゃないかということで、はい。まあ、さっきの例えば Mac お宝さんの情報通りですね、要するにレシーバーですね、通話するときの、要するにこのスピーカー、ちっちゃい横長の穴がね、iPhone についてると思うんですけども、まあ、その切り抜きがね、一番上にあると。すごい画面のギリギリのところにあるんですよね。まあこれが例えば2020年にジョン・プロッサーさんというね、方が出したノッチのこのリーク画像とまあ非常に似てたりするんですよね。ていうかもうほとんど一緒のようなまあ構造になっていると。こういったね、まあいろんなちょっと情報とかまあ時系列とかね、見ていくとですね、まあ結構なんか共通点があったりするんですよね。こういうことがもう考えると、やっぱノッチそろそろようやくね、こうiPhone 13で、やっと小さくなるのかなと思ったりもしております。はい。まあ、なので iPhone 12ではおそらく何らかの理由で採用、見送られてですね、まあ、iPhone 13で小さくなりそうな確率は、僕は高いんじゃないかと。思っております。で、iPhone 12とね、あと例えば比べてみると、結構こう横幅、縦幅とか横幅もやっぱかなりね、削られてる、っていうのが分かったりしますよね。はい。もう本当これね、実際邪魔なんですよね。ゲームとかするとき特に。まあ動画とかもそうなんですけど、まあこれ本当どうにかしてほしいですよねっていう、個人的にも思います。はい。まあだってですよ、だって iPhone X で要するにノッチデザインというか大画面デザインにね、これ iPhone って変わったんですけども、もうこれいつかと2017年ですからね。もう今から見ると大体4年前ぐらいなんで、まあそれから要するに変わってないっていうことなんですよ。はい。まあなんで iPhone、まあ10、10S、11、そして今現在の iPhone 12と4世代にわたってこう同じデザインが使われてるっていうことですね。例えば Android から見るとですね、まあ数年前からそのインカメラの小さいデザインっていうのがまあどんどん採用されてですね、まあ当たり前になってますから、もはやもうインカメラをなくしても画面に埋め込んじゃおうみたいな、こともね、まあそういった企業も出てきてるんですよ。まあ確か Xiaomi とかだったと思うんですけども、まあそういったことすらね、まあ実現しようともしてる段階ですから、まあ中国の勢いというですかね、中国企業。そういったまあスピード感もね、まあもうちょっと見習ってもアップルもいいのかなって思ったりはしますね。はい。まあただカメラだけの、要するにそのパンチホールデザインとか、言ったりするんですけども、まあそれを採用するかもしれないっていう、噂はありますと。例えば新しい iPhone SE ね、SE かなとかに採用とか、まあ投資家に近いね、民中講師によるとですね、まあ全てのモデルに採用みたいな。ハイエンドモデルも含めてみたいな、こんな、まあ、噂もあったりするんですが、まあ、これはちょっとね、変な感じが、まあ、さすがにしてて、まあ、全部、例えばパンチホールにね、これしちゃうと、まあ、iPhone の、要するにこれデザイン的な、まあ、独自性、まあ、ノッチがあるからちょっと iPhone に見えるっていうところも、まあ、実際あったりはするんで、まあ、それが失われるところもあって、まあ、他のなんでその Android スマホと、まあ、一緒みたいな感じになっちゃうんで、まあ、そこまでやんないのかなと思いますが、はい。まあ、なんで次なるところは、もう2023年にはね、もうノッチすらない、まあ、フェイス ID を、要するにこの画面に埋め込むみたいな可能性もあるということですね。はい。ちょっとこれ技術的に、まあまだすぐできるのはなかなか難しいのかもしれないですけども、これ実現すれば、まあパンチホールどころかもう何にもない、まあ全画面でフェイス ID が使えるみたいな。感じですね。まあ、それか、まあ、画面内のその指紋認証。まあ、これ今ありますけども、まあ、いきなり、まあ、そういったちょっと飛躍する感じが、まあ、個人的にはそっちの方がなんかアップルがやりそうな感じがするなっていう気がしてます。はい。まあ、実際に iPhone、まあ、12、まあ、ただ売れてるんで、まあ、5G に対応とか、もちろんそのデザイン変更して、まあ、需要がね、まあ、切り替えの需要とかあったとはいえですね、ノッチあっても、まあ、実際まあ売れてるんですよね。まあ、ビジネス的には成功してると。まあ、やるなら、まあ、なんでその超絶変化みたいな、なんか前、まあ、昔の例で言うとそのイヤホンジャックをね、いきなりなくすみたいな感じですけども、まあ、なんで今年はノッチがまあちょっとちっちゃくなって、2022年かまあ2023年とかには超変化、めちゃめちゃ大変化するのかなっていうのが、確率高いような気がしてます。まあ一応僕は iPhone 12 mini 使ってるんですけどね、これはい。一応まああとマグセーフとかね、結構まあ便利だったりして、まあ iPhone 12がこう磁石が内蔵されてね、まあくっつけてこういろんなものが、使えるようになってるんですけども、まあ個人的にはこのまあモフトっていうね、スタンドですね。まあこれ非常に便利で、まあ、こう立てて使えたり横にしたりして、まあ動画をこう見られたりするスタンドなんですけども、最近ね、アンカーさんからマグセーフ対応のモバイルバッテリーというのも登場してて、これね、僕ちょっともちろん自腹で、ね、買ったんですけども、これ結構良くてですね、カチッとこう、まあ普通モバイルバッテリーって有線でこう繋いだりすると思うんですけども、まあマグセーフ対応なんで、まあそのままね、充電できたりすると。まあ、くっつけると、まあこのままもう、まあこんな感じですね。これでもう充電されてるんで、これ非常にね、いいなっていうところですね。まあ、というふうに小さくてね、非常に持ちやすいんですけども、やっぱちょっとね、本体自体がやっぱ小さいので、バッテリー容量もちょっと少なめなんですよね。まあ、たまにちょっと切れそうな時あるので、まあ、こういった感じでね、ひっつけて、手触りとかも良くてね、持ちやすかったりするので、結構これアンカさんですね、おすすめですね。まあ、ちょっとお値段張るんですが、はい、もちろんこれは自腹で買ってるんで、はい、よかったら概要欄にリンク貼ってるのでご覧ください。
はい。で、あと変化としてはね、ストレージ容量の変化っていうのも、起こるかもしれないんですけども、まあ最大でね、なんで1TB まで使えるようになるんじゃない、ストレージがなるんじゃないかっていうことですね。まあ今の iPhone 12は512GB までの容量なんですけども、まあただね、スマートフォンで 1TB でしょっていうね、そんなに正直必要かなって思ったりするんですが、まあ過去には結構サムスンのGalaxy とかで、まあ SD カード入れたら 1TB まで増やせますよっていう、そういうことはあったんですけども、まあ今回の場合は本当に内部のストレージなので、まあ内部ストレージで初めて 1TB になるスマートフォンになるかもしれないと。はい。まあ問題はやっぱり 1TB もね、iPhone に必要かっていう点ですけど、まあ皆さんどうですかね、これ1TB 必要かどうか、ぜひもしね、コメントいただければと思います。はい。まあ僕の個人的な意見は、まあ正直いらないかなっていう、ところなんですけども、まあ iPhone 例えばちょっとまあ動画撮影をがっつりするとかならね、まあそういった YouTuber とかなら別かもしれないんですけども、僕カメラで撮ってるんで、僕の iPhone 12 mini はね、容量見てみたんですよ。一応 128GB モデル使ってるんですけども、まあどれぐらい使ってるのかなと、ちょっと見てみたんですけども、まあ、実際 50GB ぐらいでしたね。そんなもんでした。はい。まあ今は特にクラウドサービスですね。まあ例えばその iCloud とか、Google フォトとかあるんで、本当にね、YouTuber で iPhone で撮影するので、Google がね、今反応しちゃったんですけど、まあ、よくわかりませんでした。はい。そんな重要はない気がしますけどね。はい。まあ皆さんはどうですかね、スマホの容量どれぐらい使ってるか。使ってますかね。はい。この辺もなんかコメントいただければと思いますが。ということでね、最後は、ちょっと気になるデザインですね。iPhone この13について、13と13 Pro。についてデザイン、ちょっと見ていきたいと思います。まあ、iPhone 12でね、実際大きく変わったので、まあ、劇的な変化はね、まあ、来ないとは思うんですが、ただ気になると思うんで見ていきたいと思います。はい。で、以前のね、iPad Pro の CAD ファイルですね。こちらリークしたマイスマートプライスからですね、iPhone 13の 5.4 インチと 6.1 インチのその CAD ファイルのデータっていうのがね、出てきてます。はい。まあ、これ CAD ファイルっていうのは、いわゆるその設計図ですね。まあ、これ見たらどういったデザインになるのかとか、まあ、仕様とかがまあちょっとわかるっていうね、感じなんですけども、まあ、一応 iPhone 13のね、この全体像っていうのがいろんなこう画像で見れたりしますね。まあ、ざっくりしたちょっと設計図なので、まあ、正直細かい点はね、まあ、今回のものであんまりちょっとわかんなかったんですが、あとね、ちょっと見づらいんですけど、あとノッチに関してはやっぱりね、水平的に非常にね、小さく、短くなってるということですね。あとまあ全体の高さとか厚さに関しては、まあ要するに寸法はね、今の iPhone 12と全く、同じ、もので、ただディスプレイがね、電力効率のようにね、有機 EL ディスプレイ、LTPO ってものをね、まあ採用するかもしれないってことで、あとまあリフレッシュレートとか、要するにその画面の動きですね、まあ滑らかさ、まあ1秒間にまあ120回画面が書き換わるって意味なんですけども、まあそういったものはおそらくまあ13のプロモデルだけですね、のみその 120Hz に対応になるんじゃないかっていうところですかね。あとまあ注目点としてはカメラの配置。これ今までね、垂直、これiPhone で垂直だったと思うんですけども、デザインからですね、斜めの配置になってるんですよ、これ。はい。まあ、なんでちょっとこう変わるのかっていうね、謎ではあるんですけども、まあ、一説によりますと、おそらくセンサーシフト式の手ブレ補正っていうものをね、まあ、搭載するために、ちょっとこう、そのためのスペースのためにちょっとずらすみたいな。らしいですね。12 Pro、Max の方にだけね、まあいいカメラ、大きいセンサーと、まあ手ブレ補正っていうのがね、センサーシフト式のものがついてるんですよ。まあ iPhone 13では要するに全てのカメラにですね、要するにそういった、まあ今の12 Pro Max のような機能がね、手ブレ補正とかつくんじゃないかと。まあなんでカメラ性能とかその手ブレ補正がね、やっぱその今の一番いいモデルのものと一緒になるっていうのは非常に嬉しいかなと。皆さんこの斜めのね、どうですか？カメラのデザインどう思いますか？ぜひね、ちょっとコメントいただければと思いますが、はい。まあ、個人的に意外となんかそんな悪くないかなっていう感じはするんですけどね。はい。あと最後はね、iPhone 13 Pro。プロモデルは一応高級感を持ったデザインとか、やっぱカメラ性能が結構ね、まあ売りにはなったりしますが、まあ iPhone 13の Pro の方ではですね、120Hz のさっき言ったリフレッシュレートで結構滑らかな画面でゲームとかできるんじゃないかって。はい。13 Pro では、ノッチもね、やっぱ同様に小さくなるっていうのと、あと寸法の変化ね、こっち見られてですね、0.2 ミリくらいなんですけど、ちょっとね、分厚くなりそうっていうね、ことになってます。はい。これは理由としては、おそらくそのバッテリーサイズが大きくなるっていうところですね。はい。で、なんでそのバッテリーサイズがでかくするのかっていうね。年々iPhone のバッテリーサイズどんどん小さくなっていってるんですけど、まあ、その理由としてはおそらくその 120Hz への対応のためですね。はい。LTPO の要するに有機 EL ディスプレイってもので 120Hz になるんですが、まあ、電力効率が、まあ、これいいとはいえ、まあ、どうやら滑らかにね、なると、やっぱりどうしてもね、バッテリー消費っていうのも上がるということで、
まあそこら辺がおそらく iPhone ね、今回は12 Pro とかで、まあ採用されなかった。まあなんか大きな理由の一つじゃないかって、まあ言われたりもするんですが、まあそこら辺かなっていうところですね。はい。あとまあカメラ部分とかも大きくなってるので、出っ張り量がね、結構増えてるんですよ。なんで12 Pro Max と同じようなさっき言ったよね、やっぱカメラ性能、まあこちらになるんじゃないかと思いますね。はい。まあなんで大きなそのカメラのセンサーとかより高度なやっぱセンサーシフト式、センサーシフト式の手ブレ補正とか、そういったものがね、Max じゃなくてもまあ搭載されるんじゃないかということですね。はい。ということで皆さんはね、iPhone 13、こちらについて、13 Pro についてどう思いますか？ぜひね、ちょっとコメントいただければと思います。もちろん iPhone ね、12とかと比べると、まあちょっとマイナーアップデートというかね、大きな変化は少ないものになりますけども、120Hz 対応とかね、備えるとですね、まあより完璧な iPhone に近づくんじゃないかと思います。ということで、この動画少しでも役に立ったなと思ったらチャンネル登録、グッドボタンですね。まあぜひ、あと通知ベルもお願いいたします。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。